朝目が覚めた瞬間からもう心が疲れている。あるいは日々情報型の波に飲み込まれ、自分の心の羅針盤を見失っている。私たちの生きるこの現代社会は、物質的には豊かになったにもかかわらず人間関係や社会の倫理観はむしろ混沌とし、未来への確かな怒りを失っているように感じられます。今からおよそ2500年前に生きた一人の思想家もこれと全く同じあるいはそれ以上の深い社会の混迷の渦中で究極の問いを発しました。人間として生きる上で最も確かな基盤は何であるのか。どうその答えを探求し生涯をかけて人々に伝えようとしたのが古代中国の偉大な思想家久慈孔子であり、彼の言葉が弟子たちによって編纂されたのがまさにこの論語であります。論語は単なる道徳の教科書でも古い時代の歴史書でもありません。それは秩序が崩壊した時代において人間が人間らしくあるための究極の規範等し人とは何かを追求し、その等しをいかにして自らのうちに育み社会へと広げていくか、その実践的な道を記した哲学書です。孔子は目先の利益や権力争いに終始する当時の政治家たちを横目に、政治や社会を根本から変革するためには、まず個々人の内なる精神を耕す以外に道はないと考えました。彼が提示した解決策は、外部からの強制的な法律や罰則ではなく自己の絶え間ない修養を通じて、人間が本来持っている思考の徳である等しを成就することでした。本日は、この孔子の論語を読み解き2500年の時を超えて、現代の私たちが直面する心の混沌や社会の不安に対しいかにして等しを確かな怒りとして、打ち下ろし人間性という揺るぎない土台の上で調和に満ちた生を築くことができるのかを探求してまいります。論語が提示する英知は、私たちが教職場で家庭でそして社会でよりよく生きるための指針に満ちています。それは単なる知識としてではなく、具体的な行動を通じていかに私たち自身が君子優れた人格者へと成長できるのか、その道筋を鮮明に示しているのです。この旅路を通して私たちは久慈の教えがなぜこれほどまでに永続的な影響力を持ち、中国文明だけでなく日本を含めた東アジアの精神的基盤となってきたのか、その本質を理解することができるでしょう。孔子の思想は、私たちが自己と他者との関係をどのように築くべきか、そして社会全体の調和をいかに実現すべきかについて極めて実践的な答えを用意しています。それは哲学的な施策であると同時にまさに生きた英知の結晶なのです。さあ私たち自身の内なる等しを呼び覚まし、春秋時代のカオスから生まれたこの偉大な人間の道のりへと共に深く分け入ってみましょう。この分析が皆さんの知的な旅路を豊かにする一助となれば幸いです。2背景文脈に0時以上シェネ級29時が活動した紀元前6世紀から5世紀にかけての時代は、中国史上周王朝の権威が地に落ち、諸侯が覇権を争い、戦乱が絶えなかった春秋時代。
の末期にあたります。これは、かつて周王朝が築き上げた儀礼と倫理に基づく社会秩序が完全に崩壊した時代でした。かつて周の建国者たちが天命、すなわち天の意志によって徳のある者が統治を担うという理想を掲げたにもかかわらず、現実には力による弱肉強食が横行し、暗殺や裏切りが日常茶飯事となっていました。この道徳的、政治的な大混乱こそが、くじの思想が生まれた土壌であり、彼は、このカオスに対してどうすれば人間社会に、再び、確かな怒りを下ろせるのか。という根本的な問いを投げかけたのです。孔子は、自らを新しい思想を創造するものではなく、古の王たちの道、すなわち道田を伝えるものであると位置づけました。彼が理想としたのは、周の初期に存在したと信じられていた儀礼礼と道徳徳が機能していた調和に満ちた社会です。彼の使命は、失われた伝統を単に復元することではなく、その伝統の核にあった倫理的価値を再解釈し、混迷の時代に適合させ、再び人々が生きる指針とすることでした。論語が持つ独特な構造も、この時代背景と深く結びついています。この書は、彼が体系的な論文として表したものではなく、弟子たちとの対話や弟子からの質問、あるいは特定の状況下でのくじの行動や彼が発した短い格言や教訓を後世の弟子たちが編纂したものです。この対話形式こそがくじの教えの核心をなしています。なぜならくじは抽象的な真理を説く真理の探求者であるよりも、具体的な行動を指導する道の探求者であったからです。彼は弟子一人一人の性格や能力、直面している問題に応じて、同じ質問に対しても異なる答えを与えています。例えば、人死とは何かと問われた時、ある弟子には、己に勝ちて礼にまた返す私的な欲望を抑えて礼を実践することと答え、別の弟子には愛人人を愛することと答えました。これは普遍的な規範がありつつも、それを実現する道筋は個人の内面の状態によって変わるという極めて実践的で文脈依存的な倫理観を示しています。孔子はまた、当時の為政者たちが軍事力や経済力ばかりを重視する現状に警鐘を鳴らし、真の政治的安定は法律による強制放置や罰則によってではなく、統治者自身の説く道徳的力による模範、徳事によってのみ達成されると主張しました。もし君主が道徳的に正しければ、民衆はその徳を主体自発的に正しい行いを心がけるようになります。孔子はこの関係を、君子の徳は風小人精進の徳は草なり。そうはこれに風が吹けば必ず伏すという有名な言葉で表現しました。これはリーダーの資質が民衆の行動に直接的かつ自然に影響を及ぼすことを示しています。彼の思想の根底には、人間は生まれながらにして道徳的な可能性等しの種を持っており、教育と修養を通じてその可能性を花開かせることができるという楽観的な人間観があります。この人間を中心とする倫理観こそが、周王朝の権威が失われた後のカオスな時代に
人々に新たな希望と自らの生、気づくための力を与えたのです。孔子は生涯を通じて、自らの理想とする政治を実現してくれる君主を見つけることはできませんでしたが、彼の教育活動とその教えを伝える論語が、後世の中国、そして東アジアの官僚制度や社会構造に計り知れない影響を与えることになります。彼の哲学は、古代中国における最初のそして最も強固な怒りとなったのです。論語が追求する道は、単なる知識の蓄積ではなく、実践的な行動を通じて、自らの内面を磨き上げ、社会との調和を実現する生きたプロセスに他なりません。それは、学ぶこと学と反省し、実践すること集を生涯にわたって続ける終わりのない旅なのです。そして、この道の追求は目に見える成功や地位のためではなく、己のために学ぶ。すなわち、自己の人間性を高めること、そのものを目的としています。この内向的な目的こそが、外的な状況がどれほど混乱していようとも個人が道徳的な安定を保つための鍵となります。3. 革新内容分析後、0時1丁、シェネ2159時。哲学の革新は疑いなく等しい。という概念に集約されます。等しいは日本語では自愛や自負と訳されることが多いですが、くじの文脈においては、より深く人間が人間らしくあるための究極の倫理的完成度を意味します。漢字の成り立ちを見ても等しいは人とにから構成されており、真に人間であるということは、必然的に他者との関係性の中でしか実現しないという孔子の思想が端的に表されています。等しとは、自分を愛する、その心を他者にも広げて愛することであり、それは自己中心的な孤立を防ぎ、相互の理解と愛情を育むための根本的な能力です。しかしこの等しは単なる優しい感情や生まれつきの才能ではありません。孔子は生は助近し習えば愛としと述べ、人間の本質は似通っているがその後の実践集を通じて道徳的な完成度に大きな違いが生まれると強調しています。等しは生涯をかけた厳しい自己修養の末に成就されるものであり、怠惰な人間には決して手が届かない境地なのです。では、具体的に等しを達成するための道筋は何でしょうか。それは霊々と義義の実践を通じて行われます。特に有名なのが己に勝ちて、礼にまた返す国旗また礼という言葉です。これは私的な欲望や利己的な衝動を抑え込み、社会的に確立された適切な行動規範令に従って行動することを意味します。礼は単なる作法や形式ではありません。それは周王朝から受け継がれた祭祀儀式、そして日常の立ち居振る舞いに至るまでを規定する社会全体の構造であり、人間関係を円滑にし、社会の崩壊を防ぐための社会的な文法です。礼は内なる等しを外部に適切に表現するための器
なのです。もし等しいという内面の誠実さや思いやりが伴わなければ、礼はただの空虚な形式に過ぎません。孔子は、形だけの儀礼や内面的な感情を伴わない追悼の儀式を厳しく批判しています。しかし同時に等しいが礼という外部の枠組みを持たなければ、それは感情の赴くままの混沌とした行動につながりかねません。孔子は、この内面等しと外面礼の調和を追求しました。ここで重要なのは義義、すなわち正しさや道義という概念です。義は、ある状況においていかに等しと礼を適切に応用するかを判断する実践的な知恵、または道徳的な羅針盤として機能します。君子優れた人格者は、義に悟るり小人とるに、足らないものは理に悟るる。という言葉は、久慈哲学における行動の動機づけの根本的な違いを明確にしています。君子は、個人的な利益利よりも、普遍的な道義義に従って行動することを選びます。この義の精神がなければ、社会は利己的な欲望に満たされ、信頼心が失われ最終的に崩壊に至ると久慈は警告したのです。人志を育成する基盤は家庭にあります。高志公親孝行は人志の根であると久慈は教えています。親に対する尊敬と義務を尽くすこと、これが人間関係における道徳的能力を磨く最初の訓練場です。家族という最も身近で具体的な関係性の中で忠誠心や尊敬の念を学ぶことができなければ、それを国家や社会といったより広範な関係性に拡張することは不可能だからです。公は単なる物質的な扶養に止まりません。孔子は犬や馬でさえ養われる。高しう病がなければ、何をもって動物と区別できようか。と述べ、親に対する深い尊敬の念、高しが伴わなければ、真の公とは言えないことを示しました。この高しの精神こそが、等しの実現に不可欠な要素なのです。孔子の政治思想は、この等しを基盤とした徳治主義に帰結します。統治者が徳をもって行動指令に従って振る舞うならば、その国はおのずと収まると久慈は信じました。政治、政事とは本質的に倫理的な営みであり、統治者は模範を示す君子でなければなりません。もし統治者が法律や罰則のみに頼るならば、民衆は罰を恐れて表面的な不正を避けるだけで、内面に恥の意識や自発的な道徳心を持つことはありません。しかし徳によって導かれれば、人々は自ら恥を知り自発的に行動を正すようになります。この徳治の理想を実現するため久慈は、まさな生命、すなわち命の正しさを強調しました。これは役割と実質を一致させることです。君は君らしく神は神らしく父は父らしく子は子らしくあれ。という言葉が示すように、それぞれの立場にあるものが、その名が意味する道徳的責任を全うしなければ、社会の言語も規範も崩壊し、カオスが深まると久慈は考えました。軍師への道は知識の習得だけに止まりません。孔子は
学ぶことと実践することの統一を求めました。知識を学ぶことは、それを人生の具体的な行動に生かすことで、初めて意味を持ちます。学びて、時にこれを習うまたた、節喜ばしからずや。という言葉は、学習が単なる苦行ではなく、自己の成長と発見につながる喜びであることを示しています。そして、君子は、自分の知識や能力を過度に誇ることなく、むしろ知っていることを知っているとし、知らないことを知らないと認める。これこそが知るということだ。と述べ、謙虚さと自己認識の重要性を説きました。孔子は、また弟子たちに対して、道徳的な行動が一時的に不利になる状況においても、人しや義を捨てるべきではないと教えています。君子は困窮した時でさえも道徳的な行いから離れることはありません。これは外的な成功や富に依存しない内なる道徳的強さ徳の追求を意味しています。この道徳的強さは他人との関わり方にも現れます。孔子は和して同ぜずという言葉で君子の理想的な人間関係を示しました。これは周囲と調和し、協力し合う一方で、盲目的に同調したり、自分の信念を曲げたりしないことを意味します。君子は多様な意見を持つ人々とも関係を築きますが、小人のように利己的な目的で徒党を組むことはありません。真の社会的な調和は、とは異なる要素がそれぞれの個性を保ちながら全体として豊かさを生み出す状態であり、単なる画一的な同調道ではないのです。孔子の教えはこの等しいの統合を通じて個人が内なる安定を獲得し、それを外部の社会へと投射することで、混沌とした世界を調和へと導くという明確な青写真を提供しています。このシステムは哲学的な施策と日々の実践的な行動とが密接に結びついているのです。彼は弟子たちに教えを説く際も常にその時々の状況を考慮に入れました。例えば弓術の指導において君子はただ敵に当てることだけを目標にするのではなく、その動作や儀礼例が正しいことを重視する。と述べました。これは目先の成果や結果よりも、その行動のプロセス動機として、道徳的な意図が何よりも重要であることを示唆しています。この意図の優先は、現代の成果主義や効率至上主義に対するくからの重要な警告とも言えます。結果がすべてという考え方は、倫理的な不正を許容する土壌を作りかねません。孔子は、行為の道徳的価値は、それが正しさ義に基づいているかどうかによって決まると主張しました。また、久慈の教えは、当時の支配的な超自然的呪術的な思考からの脱却を促すものでもありました。彼は幽霊や神々について語ることを避け、むしろ人間自身の道徳的な責任に焦点を当てました。人間社会の問題は人間自身の努力によって解決されるべきであるという極めて合理的で人間中心の倫理観を提示したのです。さらに久慈が最も憂慮したのは人々の信頼が失われることでした。統治者や指導者の言葉に真実味や誠実さまことがなければ、いかに優れた法律や政策も実行力を持ちません。
信なくば立たず。つまり信頼がなければ、国も組織も成り立たないという教えは、現代社会においても、最も重要な警告の一つとして響きます。孔子の教えをまとめるとそれは、内面的な等しという愛と共感の能力を例という形式と規範を通じて、社会的に表現し義という適切な判断力を持って実践するという動的なシステムです。そして、このシステムの成功は、すべてそれを体現する個々人の絶え間ない学、道習にかかっているのです。孔子は、このような理想的な人格者すなわち君子になるための道筋を単なる教訓としてではなく、自らの生き様を通じて示しました。彼は、地位や富に恵まれなくても、学ぶこと自体に深い喜びを見出し自己の道徳的な完成を目指すことに生涯の目標を置きました。この自己修養の過程こそが政治的な成功とは独立した人間としての真の自由と尊厳を確立する道であると久慈は考えました。外的な状況に左右されることなく内なる道徳的な基準に従って生きる強さ。これこそが久慈がカオスな時代に打ち立てた揺るぎない等しの怒りなのです。私たちは久慈の教えを古い時代の道徳律として片付けることはできません。むしろそれは人間が本質的に抱える問題、すなわちいかにして欲望を律した者と調和し、偽りなく生きるかという普遍的な課題に対する最も資源な回答の一つであると理解すべきでしょう。そして、久慈の思想の最も実践的な側面は、私たちが日々直面する小さな選択の瞬間にこそあります。それは、利を取るか義を取るか、礼をもって接するか衝動に任せるか。この瞬間瞬間の積み重ねが最終的に私たちを君子導くのか小人止めるのかを決定するのです。私たちは久慈の思想から道徳的な生活とは妥協ではなく、絶え間ない緊張感と自己規律を伴う芸術的な創造活動であることを学びます。それは単に規則に従うことではなく内面から湧き出る等しの精神を社会的に適切な例の形式に昇華させる高度な技術なのです。この君子の道のりにおいて他者との関係性は不可欠です。孔子は自分よりも優れた人物と交わり自分の過ちを指摘してくれる友を持つことの重要性を説きました。自己修養は決して孤独な作業ではなく良き師と友との相互作用の中でこそ真に加速するのです。うよん深い道理察し考察に500字以上シェネゴ1162久慈の論語が持つ現代社会への最も深い道理察しの一つは社会の安定が個人の内面の倫理的安定の上にしか成り立たないという主張です。現代の私たちは社会問題を解決するために法律制度、テクノロジーといった外部のツールに頼りがちです。しかし久慈はいくら外部を整備しても指導者や市民の内面が利己的承認的であればその制度は必ず腐敗すると警告しました。これは現代の企業統治や政治倫理にも直接的に当てはまります。例えばコンプライアンス規則がいくら厳格であってもトップリーダーが
誠実さ等しを欠き、私的な利益を優先すれば組織全体の信頼心は崩壊します。孔子の教えは、リーダーシップとは、まず自己の収容君子になることから始まり、その道徳的な光徳によって、組織を照らすことであると教えています。また、現代の過度な個人主義に対する重要な批判も含まれています。孔子の等しいは孤立した個人の感情ではなく、必ず他者との関係性の中で実現されるものです。たかし、親孝行を等しの根としたように、私たちの道徳的な成長は、家族や共同体といった具体的な関係性の中で、相互の責任と尊敬の念を実践することで育まれます。現代社会におけるコミュニケーションの希薄化、特にデジタル化された匿名性の環境において、くじの己の欲せざるところ人に施すことなかれ。徐々、思いやりの心という教えは、普遍的な倫理規範として機能します。これは、相手の立場を考慮し、自己中心的な行動を抑制するための具体的かつ実践的な共感の技術です。さらにくじが問いたわして同ぜず。調和と多様性の概念は、今日の多様な価値観が衝突する社会において極めて有効な指針となります。真の調和は、異なる意見や個性を強制的に統一することどうではなく、それぞれの違いを尊重し、それらを統合することで、より豊かで強固な社会を築くことを目指します。孔子は、真の道徳的安定とは、外的な成功や地位によって、揺るがされることのない内なる自己の完成にあると主張しました。この概念は、西洋哲学におけるストア派の教え外部の出来事ではなく、自己の内面の反応をコントロールすることとも共通する部分があります。しかしくじは、その自己制御を孤独な施策ではなく、社会的な例の実践の中に位置づけた点で独自性を持っています。またくじの教えは、道徳を生まれ持ったものとする申し申しや、徹底的な法律による支配を目指した法家法家思想と常に緊張関係にありました。孔子は、人間には等しの可能性があると認めつつも、その実現には常に意識的で、継続的な努力国旗また、例が必要であると説いたのです。これは、徳というものが怠惰な生からは、決して生まれない努力の産物であるという厳しい現実を突きつけています。特に現代の日本社会においては、集団的な例は根強く残っている一方で、その例を支えるはずの等しという内的な動機や義という倫理的な判断力が希薄になっているという深刻な状況があります。形式的なマナーや規則に従うことに終始し、その行為の背後にあるべき真の思いやりや誠実さを見失いがちなのです。孔子の教えは、この形式主義の罠から脱出するための鍵を与えてくれます。すなわち、日々の行動の動機を人からどう見られるかではなく、自らの道徳的な基準義に照らして正しいかへと転換することです。私たちは、くじの思想を単なる歴史的遺産としてではなく、現代の混迷を乗り越えるための倫理的テクノロジーとして活用すべきです。それは、私たちが自らの内面に等しという強固な怒りを下ろし、
外部の波乱に惑わされることなく、人間らしい尊厳を保って生きるための唯一の道なのかもしれません。この道のりは、時に苦痛を伴います。孔子自身も理想を実現できずに、各国を放浪し、晩年には、徳の収まらざる学の公ぜざる義を聞きて、先移るあたはざる、不全を改めむるあたはざる。の4つを憂えたと語っています。これは、彼自身が生涯を通じて、自己修養の困難さと向き合い続けた証拠です。孔子は、私たちに完璧を求めているわけではありません。彼が求めたのは、不完全な人間が、その不完全さを認めながらも等しを目指して、不断に努力し続ける誠実さ。そのものなのです。その努力の積み重ねこそが、私たちの人生にそして、社会全体に確かな調和をもたらす道となるのです。5、エンディング整理に、0時以上、シェネ63、70さて本日は、9時の論語が提示する等しという革新概念を中心に、その哲学的そして、実践的な側面を深く分析してまいりました。論語の教えは、2500年前の春秋時代のカオスに対する応答でしたが、それは、そのまま現代、社会の精神的な混迷に対する普遍的な指針となっています。私たちは、この偉大な哲学から以下の3つの重要な教訓を得ることができます。第一に等しは生まれ持つ感情ではなく、修養によって達成される人間性の究極の完成であるということです。そして、その達成の鍵は、外部の欲望を抑え込み、社会的な規範令に従って行動する国旗また令という厳しい自己規律にあります。第二に、真の政治的社会的秩序は、外部からの強制ではなく指導者の徳と市民の義という内なる倫理的強さによってのみ実現するということです。指導者の役割は、罰することではなく模範を示すこと、徳事にあります。第三に、私たちの倫理的な旅は、家庭内の功から始まり、社会的な信へと拡張していく関係性の中でのダイナミックなプロセスであるということです。人死は孤独な施策の中で完結するものではなく、常に他者との関わりの中で実践され磨かれていくのです。孔子は生涯を通じて自分の道が世に受け入れられるかどうか運命天命について語ることを控えました。しかし彼は自らの意志と行動によって人間がいかに生きるべきかという道を確立し、その道が天命よりも強く永続的な影響力を持つことを証明しました。孔子の思想を学ぶことは、自分自身の内なる声を深く聞くことと同義です。私たちは、常に自己利益利を求める小人の道と同義義を追求する君子の道のどちらを選ぶかという倫理的な選択に直面しています。論語は、その選択において常に義を選びそれを礼という形式で美しく実現することこそが人間としての最も豊かな生き方であると教えています。それは自己修養を単なる義務ではなく、人生を調和に満ちた芸術作品へと高める創造的な営みとして捉え直す機会を与えてくれます。あなたの知的な旅が9時の教えという
確かな怒りによって、より豊かなものとなりますように。そして、私たち一人一人が、この混沌とした時代にあって自ら君子の道を選び、社会に光を投じる存在となることを願ってやみません。また次の作品でお会いしましょう。